ってみますか。これね、7分これちょっと狙ってた手なんで。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、私は今回後手番ですね。対局開始。さあ後手番です。どうしましょう。居飛車の将棋してみますか。今回はね、相掛かりっぽいようなね、将棋相掛かりのスタートですね。はい。さあ相手の方3八、今最近こうやってね、飛車先の歩交換を保留する相掛かりですね。すみません、失礼しました。相掛かりが増えてきましたね。で私はサクッと飛車先の歩交換してみますか。さあで歩をついて、まあそうですね、結構最近流行のね布陣ですよね。こうね、飛車先の歩を交換せずに3八銀とか7六とかね、手を急ぐと。で私の方はね、旧式というかね、飛車先のね歩交換をしたね形ですね。で今歩をついてきたと。どうしましょう。歩をつくのが普通。歩をつきますか。これね、8六2四歩同飛車って言っちゃうとね、交換した角同手飛車でいっぺんに終わっちゃうんでね、相手の方もね気をつけないといけないところですね。で歩をついて、私も歩をついて、ちょっとね、渋い将棋というかね、なんとも模様のとね、相掛かりは結構ね自由度が高いんでね、そうですね、桂馬を飛んで、桂馬がね相手の方のね攻めの軸になるってことですね。桂馬を飛んでいけば、今度は飛車先の交換できるとねことですね。そういう仕組みになってます。さあで飛車先の交換来ましたね。で多分歩をね、飛車を2九に引くのがね有効の形ですよね。2六もありますけどね、もちろんどっちに引くか。2五でしたね。ここもありますよね。3箇所どこもあるところです。でそれは8の位を取って、さあこういう将棋はね模様の取り方難しいんですよね。なんとも言えないです。争点がねどこになるか。そうですね、一回端をつけますか。すぐに私はね金銀が進んでいく形はないんでね、ちょっと陣形整備ですね。角を上がっとくとか飛車を寄るとかもありますけどね、飛車寄って歩取りを狙うとかね、角上がるのもありますね。角上がると同角成同桂で飛車引くのかな、それで銀に上がるとかやってね、駒組みを進める。難しい。歩をついて普通に桂馬を飛んでいくような手もあるし、あと合わせていく手もありますね。同歩同飛車とね、で横歩を狙っていく。さあこの辺り手が広い。角上がってますか、ちょっとね。これはね2五飛車型なので同角成同桂が飛車取りになるんでね、よりちょっと上がりやすいというところですね。はい。角上がって4二銀と上がる準備ですね。4二銀ですぐ上がると、2二角成同金でね形が悪くなる。この場合6六にね角打って両取りもかかっちゃいますからね。角上がって次に4二銀と上がってね、桂馬はこういずれ4五桂から中央を狙ってきそうなんでね、こうやることで玉の頭をねフォローしとくという構想ですね。で相手の方は歩をね5六5六続いて、そろそろ動いてきたいですね。合わせていく手もあるかな。同歩同飛車どうなるってますかね。横歩を狙っていくと、ちょっと行ってみますか。歩を合わせてね、これで横歩を狙った動きですね。相手の方のね形がまだ安定してないんでね、これで横歩を取ってね、一歩取れればね、一つポイントを稼げる。であと3三角成は常に同桂でね、飛車取りでね対応できるで玉立ってきましたね。これはおそらく横歩を取ると、飛車回ろうってことかな。それで歩を受けとくような手もあるけれども、難しいですね。力将棋ですね。7四を突いとくような手もありますね。ここを突いて歩なら飛車寄りを見せる。で桂跳びを見せてね、この辺り手が難しい。2四突く手もありますね。取ると飛車回ってくるのかな。難しい。歩を突いとく、歩を打つ、飛車寄る。歩を突いてみますか。歩を打ったらね飛車を寄って、場合によって飛車をぶつけちゃうっていうね、相掛かりならではの、いわゆる空中戦って言われ方するんですけどね、飛車が中段でね、お互いに牽制し合ってるようなでバックしてきましたね。なるほど。これは桂を飛ぶと歩を受けるのかな。でこっちも飛車を引くとかね、横歩を取るとどうなるのか。交換して同桂で飛車を追ってきそうですね。7七金からね。なるほど。桂馬を取りますか。これ歩を受けて飛車寄れるかどうか、まず一つポイントですね。こっちも寄れないかもしれないです。ただ飛車引いておく感じですね。さあ何とも言えない。やり取りね、飛車が私の方が動いてきたんでね、下段飛車で、3三角成にね同桂の形が飛車取りにならないようにしてね対応しやすくしたっていうのが相手の方のね主張でしょうね。これで8四に引くかな。8四に引くか8五に引くか深く引くか、ここも難しいですね。いろいろある。8四に引いてみますか。今ね微妙なやり取りですけどね、相手に飛車を引かして、私もね一手損なんですけど、相手も飛車をね先手も飛車を深く引いたんでね、この辺りは何とも言えない。で銀を上がってきました。さてどうしますかね。よりも金上がって整えますか。なんとも言えない。2二角成と取る、8八角成と取る手もありますけどね、同金で角を満たしてもねそれほど効果的な手が次ないんでね、
ちょっとね慎重に私も金が上がって、3三角成同銀と上がった時にね玉の頭が薄くなる意味があるのでね、少しそれを防いだと。で相手の方は4五歩ですね。5七銀から4六銀と上がってくる構想ですかね。ついて銀で銀で銀、なんとも言えない感じですね。歩をついてこう揺さぶりかけてきてうまくいけばいいんですけどね、私の方歩をついて。さあ相掛かりはねほんとこういう展開がね渋くて難しいですよね。どっからね戦いが起こっていくかっていうのもね何とも、模様がねお互いに、模様の良さがね結構相掛かりの優劣に、模様っていうのはね駒が使いやすさとかなんですけれども、相掛かりの優劣にね直結しやすいんですけど、今回ねかなり似た格好になってるんでね、お互いにねどちらがこうどうということも現状ではね判断もしにくいところですね。このくらいが取れたのが先手の方の主張ですけどね、私はうち8のくらい取ってるんでね、どうなのか。5五歩ですね、これは決断の一手ですね。もうさらにこうなんていうんですかね、位を張ってね誘おうと。これは銀上がりますね。5七銀上がったら歩ついて叩く手があるかな。ってみますかこれね。これちょっと狙ってた手なんで、叩いた時が。一応これ部分的に手になってるんですよね。同角だと桂馬を飛んで、同桂ですとね5五角と歩を取って次に歩を打つとね、そうですね、この時にこう取って、これはまずうまくいったかな。次7六歩と打つ手がね結構桂取りで、それを防ぐ方法が難しいんでね、今のは手筋なんですね。すぐ飛ぶより先に叩くと相手の手によって角とか金だったら桂馬を飛ぶし、桂だったら角で歩を取ってこの歩を狙うっていうねテクニックなんですね。結構これはね桂頭を防ぐのがなかなか難しいですよ、相手の方これね。飛車が2六とかにいるとね、3五歩ってつけば通るんですけど、これ次歩打たれちゃうとね桂馬取られちゃうんで、ここはねちょっと1本取ったかもしれないですね、私の方がね。手筋一発でしたけどね、7七歩ね。同角で桂馬を飛んでね銀桂交換で戦う方もあったと思うんですけどね、今回は桂をね取られるのをなんていうんですかね、覚悟してね受けてこられました。これもう6六4四歩とかついて暴れてきそうな感じありますね。もう歩打って桂を取られるのがもう目に見えてるんでね、歩突きでこれは辛抱の一手ですね。歩を打ってこう桂取れるんですけど、歩得をね主張しようってことでしょうね。歩が今私の方ゼロになるので、相手の方歩3枚持ってるんでね、桂馬取れるのは大きいですけど、歩を4枚ね、これもう一歩こう入るんでね、歩が4対0で私の方が2歩損になるのかな。2歩損なので、桂と2歩2枚の交換でねこううまくこう勝負にしていこうっていうね辛抱の一手ですね。何か、6六4四歩とかね動く手もあったと思うんですけど、動いてしまうとかえってね苦しくなると見てね、桂馬を損するんだけれども局面を落ち着かせて、長い戦いでねなんかチャンスを待とうというね一手ですね。ただ実際のね歩打ちでこう桂得なんで局面的にはね、私の方がリードを奪ってるとは思いますね。私の方でも桂馬を取った後にね、具体的にどうやって攻めるんですかっていうねところがあるのでね、まだまだこれから先が難しいところです。難しいですよね。本当は反撃に出たいんですけどね、先手としてもね、3五歩同歩3四歩とかこう角の頭とかね、4四今言った先ほど言った4四歩とか反撃出たいんですけど、反撃出てしまうと私の方にね歩を渡しちゃうんでね、こうやって歩を渡さないように。ただこれ角出るってありますね。もう一歩欲張って取っちゃうってありますね。そうすると銀上がるのかな。ただ歩になって破れそう。角出るのが誘われてますねこれね。桂馬を取って桂馬を取る手ももちろんあるんですけど、桂馬を取らずに角を飛び出る手をやりたくなりますよねこれだと。桂馬を取って歩を突くのが本筋かな。その方が普通でしょうか。角飛び出すとでもどうなるんでしょうか。角飛び出すとね角が狭いんで、その角を狙ってくることが考えられるんでね、どうでしょう。角出て5五銀だとこう7七歩成でなんかうまくいきそうですよね。角出てみますか。それで桂馬をなんか飛ぶような機種も角をなっていけば良さそう。取ってみますか。桂取る手もあったと思います。桂取ってね6五つく手もね、これは中央しかしてからですね。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。相掛かりということでね、近年本当相掛かり戦はプロのね棋士間間でも公式戦でもねものすごく流行しております。
本局に見られるように相掛かりで戦法はねちょっと難しいんですよね。どこが争点なのか、どこにポイントをつけて指しましょうっていうのがねなかなかこうもやっとね、全体的に自由度が高いんですけど、自由度が高い上にねどこが一番急所ですっていうのがなかなかねお伝えしにくいところがあるんですよね。本局もねちょっと難しいなんですかね、飛車がお互いに飛車のポジション争いから始まりましてね、最終的にね私の手筋で桂馬を得したのが大きくて、結果中押しがちのね囲碁でいう中押しがちのようなね格好だったんですけれどもね、詳しい解説、相掛かりを指す上でのね考え方、現代の相掛かりのねポイントなどを解説さんの方で大盤を使って解説していきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。